疲労回復には豚肉と玉ねぎ、でっかいそぼろの作り方。お疲れ様です。料理研究家ひろさんキッチンです。いや、そろそろ疲れ溜まってきてませんか？今日はですね、疲労回復にもってこいのレシピ紹介します。これですね。和食の定番、そぼろをでっかく作ります。で、これなんですけど、作業時間は10分ぐらいですね。で、しかもニンニクを使わないので、いつでも食べられる優秀なやつです。それでは早速作ります。まずは玉ねぎから切っていきます。しかも大きめの角切りで OK です。次は豚ロースですね。角切りにしていきます。今日はロース使うんですけど、他の部位でも全然 OK です。次は硬くならない下味つけていきます。塩と砂糖、これ揉み込むだけで硬くならないんです。はい、このまま10分置いたら次は焼いていきます。では火をつけます。油を少し引きます。で、フライパン温まったら肉入れていきます。片面こんな感じでこんがり焼けたら玉ねぎ入れます。で、塩振って軽く混ぜます。そしたら弱火にしてうまみの出る蒸し焼きをしていきます。はい、ここで解説です。豚肉には疲労回復にいいとされているビタミン B1 が豊富に入ってます。で、このビタミン B1 は糖をエネルギーに変えてくれる働きがあるんですね。で、さらにこの玉ねぎはビタミン B1 の吸収を良くしてくれます。なので今日のレシピは理にかなってるということです。さあ見てみます。じゃーんと。こんな感じで玉ねぎが半透明になってれば蒸し上がりの目安です。さあここから調味料を加えていきます。フライパン空いたところへ酢小さじ1ですね。酢のコクは欲しいんですけど酸味はいらないのでこんな感じでしっかり飛ばします。はい、こんな感じで酢が飛んだら砂糖、醤油、全体に調味料馴染んだらこれで完成です。では次盛り付けていきたいと思います。疲れてる時にはご飯。はい、これで肉そぼろ丼完成しました。では早速食べてみます。いただきます。うまい。うまい。全然硬くないですね。もう噛むたび肉の旨味がこう染み出てくる。最高ですね。玉ねぎもね、いい甘み出てます。さていかがだったでしょうか？こんな感じで、このまま丼に食べてもいいし、おかずでもいいし、お弁当に入れてもいい。本当にもう、しかも臭くないので、いつでも使いやすいレシピでした。今日のこのレシピはもうこちらの動画の集大成になってます。またこちらもぜひご覧いただけたら嬉しいです。また感想など聞きたいことありましたら、お気軽にコメント欄書いてみてください。
それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。